今日はコルカタ発祥のストリートフード、チキンカティロールを作ります。薄力粉を混ぜて作った柔らかなロティに、ジューシーでスパイスの効いたチキンと野菜をたっぷり包みました。前回の動画で人気のタンドリーマヨネーズとの相性も抜群です。一口ごとに味が変化する、満足感たっぷりの一品です。では、早速作り方を見ていきましょう。まずは鶏肉をマリネします。今回はカティロールに相性が良い鶏胸肉を使用します。1センチほどの厚さにそぐようにしてカットします。マリネ液はいつもの私の作るティキンティッカと大体同じ材料です。概要欄にも詳しい分量を記載しているのでよかったらご覧くださいね。見た目の美味しさも重要です。マリネ液の色が薄いのが気になったので、赤身の色付けにパプリカパウダーを追加しておきました。そこへ先ほどカットした鶏胸肉を加えます。よく全体に絡めたらラップをして寝かせます。この後、生地やソースを作っている間だけ寝かせるだけでも十分ですが、より味を染み込ませたい場合は一晩冷蔵庫で寝かせてください。次に生地を作っていきます。温だけだとやや硬いのですが、薄力粉を混ぜると柔らかくロールしやすい生地が出来上がります。薄力粉 140g に対して、アタを 60g ほど加えます。そこへ塩一つまみを加え、一旦全体が均一になるよう粉だけでよく混ぜます。次に少量ずつ水を加え、ひとまとまりになるまでよくこねます。いつもこね具合で水の量を調整していますが、参考としてお伝えすると、水は約110から 120cc ほど使っています。こねる工程は根気のいる作業ですが、5分以上こねたら、あとは放置の力を利用すると、滑らかで柔らかい生地に変身してくれるので、初心者さんでもそんなに難しくないはずです。こね上がった生地の上に軽く水を振り、濡らした布巾をかぶせて20分ほど寝かせます。その間に具の野菜やソースを作っていきましょう。まずは酸味と辛みを効かせた玉ねぎの浅漬け。完全自己流レシピですが、カレーの箸休めにもおすすめです。紫玉ねぎをスライサーでスライスし、パクチーを適量加え、レモン果汁、レッドチリパウダー、塩を加えて全体をよく混ぜたら出来上がりです。少し時間を置くと味がなじみ、しんなりして美味しいんですよ。続いて前回ご紹介したレシピのタンドリーマヨネーズ。今回はサクッとレシピの復習です。詳しくは前回の動画をご覧ください。フライパンで6種類のパウダースパイスを弱火でから煎りします。火に通す時間の目安は、温めて軽く炒め、ふわっと香りが上がってくる程度です。その後、大さじ1程度の米油を加え、よく混ぜ、弱火で30秒ほど炒めたらマヨネーズ大さじ4から5に加えます。全体をよく混ぜ、塩で味を整えたらタンドリーマヨネーズの完成です。次はミントヨーグルトチャトニを作ります。容器にプレーンヨーグルト大さじ5と、ニンニク1つ、ミントの葉1つかみ、青唐辛子1本、塩小さじ1/2を入れたらブレンダーにかけます。これでミントヨーグルトチャトニは完成です。チキンビリヤニにもよく合うソースです。鶏肉と生地を放置している間に、トッピングの玉ねぎと2種類のソースを作りました。あとは生地を焼いて、鶏肉を炒めて巻いたら出来上がりです。寝かせておいた生地をもう一度こねてゴルフボール大の大きさにちぎって丸めます。打ち粉を使って綿棒で生地を丸く薄めに伸ばします。こちらの綿棒はインドの義理の母からもらったもので、動画初公開です。もらった当初はうまく使いこなせず、100円ショップで購入したいつもの綿棒で伸ばしていますが、たまにこのように力試ししたくなります。結果はどうでしょう。今回は皆さんの心の中で密かに評価お願いします。伸ばした生地をフライパンで焼いていきます。表面の色が変わってきたら裏返します。そして軽く生地の表面に油を塗ります。裏面も同じように油を軽く塗ります。焼いているとチャパティのように膨らんでくるのですが、一部だけが膨らむと焼きムラができてしまうので、トングでプレスしながら焼いていきます。
生地が白くなり、表面に軽く焦げ目がついたらフライパンからお皿へ移します。すべて生地を焼いたら、次にマリネした鶏肉を焼いていきます。フライパンに大さじ2程度の油を入れ、油が温まったらクミンシード小さじ1を加えます。クミンの香りがしてきたら、マリネした鶏肉を投入します。全体を広げて美味しそうな焦げ目がつくよう、なるべく動かさないようにして焼いていきます。薄めにカットしているので両面 2、3 分ずつ焼くとこんな感じです。中までしっかり火が通っているか確認してお皿に移します。さあ、ここまで準備ができればワクワクしてきますね。もうすでにお口の中がジューシーになってきました。一つ目はタンドリーマヨネーズを使って巻いていきます。クッキングシートの上に生地を乗せ、そこにたっぷりタンドリーマヨネーズを塗っていきます。いつも自然光頼りに撮影しているのですが、この時、だんだん天気が悪くなってきたため、映像が暗くなってきてしまい残念です。気を取り直して、次にピリ辛玉ねぎ。その上にチキンティッカを並べます。そして、お好みでコリアンダーリーフを乗せたら巻いていきますよ。カットした時に崩れないよう、ある程度ギュッギュッときつめに巻いて、さらにクッキングシートで巻き、両端をキャンディーを包むように絞っておきます。こんな感じにクッキングシートで包むと、真ん中からカットしてクッキングシートを剥がしながら食べれば手が汚れずに済みます。濃厚なタンドリーマヨネーズでジューシーなチキンカティロールの出来上がりです。2つ目は、よくインドの屋台動画でも見る、生地に卵をくっつけるあれです。路上で熱々の鉄板に溶いた卵をジャッと入れて、その上にロティを乗せてロティと卵焼きを一体化させるあれ、やってみたかったんですよね。溶き卵に塩一つまみを入れて混ぜ、熱々のフライパンに流し込みます。卵の表面が半熟のうちに生地を乗せないと、生地に卵がくっつかないと思うので、手際よくやった方が良いですね。さあ、裏返してみましょう。上手にできているといいのですが。あら、ちょっと卵さん寄っちゃっていますね。まあ、初回なのでよしとしましょう。こちらのロールはミントヨーグルトチャトニの爽やかな味をメインにしたいと思います。ピリ辛玉ねぎを乗せ、その上にチキンティッカ。そしてあれもやっぱりやっちゃおうかな。そう、これもインドでよく見る大量チーズ乗せ。とは言っても、大量は乗せていませんが、今回はチェダーチーズを使っています。最後にヨーグルトミントチャトニをさっとかけたら巻いていきます。また食べる際にチャトニにディップしてお召し上がりくださいね。卵にチーズ、爽やかチャトニでいただく満足度満点のチキンカティロールの完成です。いかがでしたでしょうか。ちょっとしたおもてなし料理や、冷めても美味しいので運動会のお弁当にもぴったりです。実は、デリーにあるニザムというお店で食べたカティロールがとても美味しくて、その味を思い出して作り出したレシピです。自画自賛のようで恐縮ですが、本当に美味しいので、画面の向こう側のあなたと一緒に美味しさをシェアできたら私も嬉しく思います。今回も最後までご視聴くださり、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。